皆様こんにちは。地理学出身ジオラマ制作担当のアトリエモリジです。今回は2025年2月8日に開催されました東京ジオラマ展で取材させていただいた岩尾さんが万葉線をテーマに制作された万葉電車レイアウトをご紹介してまいります。作品は記芸出版社館鉄道模型趣味2022年の12月号に掲載されています。僕この作品見たさでこの本購入してます。実は岩尾さんの万葉線は同じ年の TMS レイアウトコンペで傑作の万葉線とともにお互いに賞をいただいていまして、2024年の東京ジオラマ展で初めて岩尾さんとお会いした時にまさか万葉線が2作品もって2人で盛り上がっていました。岩尾さんが制作された万葉電車レイアウトは越ノ方駅、東新港駅、そして吉久停留場を見事に模型化されています。岩尾さんは1坪100円レイアウトといってセリアのファブリックボードに再現した作品も手掛けられています。今回は万葉電車を中心に2024年の東京ジオラマ展にご出展されていた1坪100円レイアウトの秋をモチーフにしたミニレイアウトもご紹介してまいります。岩尾さんの万葉線控えめに言ってめっちゃリアルなので最後までお楽しみいただけましたら幸いです。ここでは簡単ではございますが実物の万葉線についてご紹介してまいります。富山県高岡市の高岡駅停留所から富山県射水市の越ノ方駅を結ぶ路線で7000型電車のような昔ながらの路面電車や1000型ドラえもんトラムなどの LRV 車両が活躍しています。実はこの万葉線は高岡駅停留所から六道寺駅までが富山地方鉄道が建設した軌道線になっていまして、停留所という名称からもそれがわかります。そして六道寺駅から越ノ方駅までは越中鉄道が建設した鉄道線で後に富山地方鉄道射水線となりました。当時六道寺駅は新伏木口という名称だったそうです。その後1934年に新伏木港駅に改称されて1939年には新港駅、1985年に現在の六道寺駅に改称されています。射水線は富山市内の新富山駅、旧連隊橋駅からこの新港駅を結んでいましたが、富山新港の建設に伴い路線が分断されて現在の万葉線の区間が関越能鉄道線に、富山型の区間が富山地方鉄道射水線として経営も分離されました。1980年には射水線が廃止されて2002年に関越能鉄道から第三セクターの万葉線株式会社に経営移管されて現在に至っています。レイアウトは幅 600mm、奥行き 300mm の非常にコンパクトなサイズに万葉線の魅力がこれでもかってぐらいに凝縮されてます。万葉線に乗ったことがある方だとこの画像を見ただけでもニヤニヤだと思うんですけど、線路は単線のエンドレスが本線に敷かれてまして、本線から分岐する形でこちらには終点の越ノ方駅が再現されています。こういう廃線のアレンジの仕方って素晴らしいですよね。越ノ方駅を発車した電車は本線に合流すると東新港駅に到着するようになります。外部との接続線を分岐した本線は今度はカーブを描きながら進んで併用軌道区間に入って吉久停留所に至ります。停留所を発車した電車は再び専用軌道を走り東新港駅に戻ってくるっていうプランになっています。岩尾さんの万葉電車のレイアウトは全てがおすすめなんですけど、その中でも僕の一押しポイントがこの停留所です。道路の真ん中にある単線の線路周りにある青く塗られた停留場の安全地帯が郷愁を誘うって言いますか、ちゃんと軌道周りには消雪パイプによる赤サビまで再現されててもうニヤニヤでした。停留場は吉久停留場や新吉久停留場をイメージしながら制作されたそうです。この秀逸な道路表現はグラフィックソフトを使用したそうで、ここご覧ください。めっちゃかっこよくないですか？道路の左右の電柱には電車乗り場の看板が再現されていました。もうこの看板だけでも十分万葉線の雰囲気が出てるというか、僕この作品この看板でイチコロになったんです。もうめっちゃ郷愁を誘う雰囲気が見事に再現されています。道路の側溝はただ再現されているんじゃなくて電柱を迂回しているのが再現されてますし、何よりここの道路の白線がしっかりと電柱のところで途切れてるんです。しかも白線がひび割れてかすれちゃってる姿が再現されててもうニヤニヤですよね。
停留場の背後には工場が再現されていて、背後が見えないように工夫されていました。このようにレイアウトの真ん中に視線を遮る大きな工場が再現されています。ボシさんやチンチクリンさんの作品のように森や山で仕切って視線を遮る手法は海岸近くの平野部に開けた都市部を走るこの万葉線ではちょっと難しいですし、都市部を走るっつってもモデルの地域は沿線に高層建築があるわけでもないので、このように沿線にある大きな施設を置いて視線を遮るってすごく有効だと感じました。押入先生の大自然の動画でも触れたんですけど、僕工場勤務だった時があるので、こうした工場内の従業員さんたちが織りなすドラマを見つけるとまずニヤッとしてしまいます。工場内に至るところで従業員さんたちのドラマが繰り広げられていますので、こういうドラマを探してはストーリーを想像していくのも楽しいです。こういう想像力をかき立てる作品ってやっぱり素晴らしいですよね。工場の停留場側には専用線と専用線用の出入り口が再現されていました。そしてこの専用線と万葉線は平面交差をしてて、かつて旭ヶ丘停留場と荻野停留場の間にあった日本ソーダの専用線との平面交差をアレンジしながら模型化されたそうです。しかもこの専用線は外部との接続が可能な構造になっていますので、楽しみ方も広がりますよね。この専用線と道路の交差には道路信号機も再現されてまして、後日ネットで調べたんですけど、まさにもう日本ソーダ専用線との交差点っていう印象でした。信号機は加藤製品を縦型に改造されたそうで、これ僕もですね、高速とかの分岐のとこで黄色い縦型の点滅信号みたいなのあるじゃないですか。あれ作ったことがあるんですけど、この改造僕も結構大変だったんで、お話を伺いながらこの改造大変だったんだろうななんて考えてました。万葉線や道路と交差した専用線は専用ゲートから工場内に入ります。川崎市や神奈川臨海鉄道をイメージしつつ想像で工場内を制作されたそうなんですけど、いやいや僕がいつもウォーキングしてた川崎区のどこかにもありそうなこの辺りの配管の再現のされ方とか、トラス状に配管が設置されているのをいつも歩いて眺めてましたんで、こういうのもうニヤニヤです。可能な限りいっぱいに専用線が再現されてて、こういう専用線が僕大好きなんですっごく勉強になりました。もちろん専用線の周辺にも従業員さんたちのドラマが再現されてて、専用線が現役であるっていうことが分かります。ふと工場を眺めてたらここシャッター開いてまして、気になって覗き込んでみたらしっかりと工場内部も作り込まれてました。伺ったらシルエットが見えるように制作されたそうで、こういうのめっちゃ楽しいです。専用線側の画像なんですけど、ここも扉が開いてまして、場内の床の色が再現されてるんですよ。いろいろと想像を膨らませてしまいます。工場の正門は東新港駅脇に設置されていて、ちょっと皆様ここご覧ください。ここ通用口のような穴が開いていました。ホームに通用口ってアレンジも面白いなって思いながらストリートビューを見てみたんですけど、いやもうほとんどホームに通用口でした。現物ももうまんま模型、いや模型が現物のような、先に作品拝見してるんで作品の方が本物のように感じてしまいます。そしてこのストリートビューを見てて思わず声出ちゃったんですけど、工場の正門前の踏切の模型での再現度の高さももちろんそうなんですけどね、画面右側の工場の脇の万葉線にご注目ください。工場の外壁に沿うようにちょうどカーブしてるんです。まさにこの感じです。もう模型化する場所のチョイスといい、日本低周波工業っていう企業名といい、センスがすごすぎなんですよ。こうやってミニレイアウトで工場に沿ったカーブの区間が現地そのまんまで、ストーリーが破綻してないところがすごいんです。岩尾さんツタの再現もこだわってらっしゃって、架線柱に視線を設置してこのように柱と視線の両方にツタを再現されていました。僕も最近ツタの再現にハマってて、実は僕の万葉線でもツタを再現してるんですけど、こういうツタ表現奇遇にも万葉線でお互いに再現してたってもうニヤニヤなんです。ここまで工場をご案内してまいりました。工場の正門前にある東新港駅は現地同様に2面1線の駅が再現されていました。ここに DC フィーダーが設置されてます。で今編集してて気づいたんですけど、これそうでした、すっかり忘れてたんですけど、このレイアウトの線路はファイントラックを使用しているそうです。高岡駅方面ホームには現地同様に待合室が再現されていました。ジオラマではこの東新港駅の工場正門側には外部接続が可能な分岐線が分岐してて、
イベントでは留置船として活躍していました。ジオラマの東新港駅には反対側にも分岐器があって分岐線があるんですね。調べたらこの東新港駅は以前はこの工場へ専用線が分岐してたみたいで、なんだかいろいろと想像しちゃってニヤニヤでした。この分岐線なんですけど、かつて米島口停留場から分岐していた関越能鉄道伏木線を勝手に連想してしまいました。分岐線の終点には越ノ方駅が再現されています。越ノ方駅は待合室ができる前はこのようにレトロなホームがありました。いい雰囲気ですよね。まさにそのレトロな雰囲気がジオラマで再現されています。この駅構造が面白くって、昔は2面2線だったそうで、片側が廃線になった姿がこのように模型化されています。そうそう、僕が見た時もこんな感じでした。現在はこのようになってるようですが、こういう廃線跡が僕大好きなんで、もうニヤニヤでしかありません。レイアウト内に廃線跡があるって見ててすっごく楽しいです。今編集してて気づいたんですけど、踏切のところのグレーチングがしっかり再現されていました。富山県都線の発着場が再現されていまして、左の船員さんの詰め所と右の待合室の2つの建物が再現されています。詰め所はフルスクラッチ、待合室はキットの加工だそうです。越ノ方駅界隈がコンパクトな空間にって、ちょっと駅前にあるイカの形の看板がしっかりと再現されています。こういうの見つけるって楽しいですよね。ジオラマの外側から駅の界隈を見てみます。発着場の乗り場には自転車が見えます。そしてこれ避雷針なんでしょうか、ちょっとよくわかんないんですけど、しっかり再現されていました。ここまで万葉線をモチーフに制作された万葉電車のレイアウトをご紹介してまいりました。ここからは2024年の東京ジオラマ展で取材させていただいた一坪100円レイアウトの作品をご紹介してまいります。単線のエンドレスが設置されたレイアウトになりまして、この作品も万葉電車と同様に奥が見えないように工夫がされていました。ジオラマの中央に神社と鎮守の森が再現されていて、よーく見たら神社は一段高いところに再現されていまして、かなり検討された構造であることがわかります。ジオラマの中央部には都市河川が再現されていて、このように護岸もコンクリート護岸と護岸ブロックが積まれているものの2種類の護岸が再現されていました。そして河川はレイアウトの外側に流れていって土手が再現されていました。このようにコンパクトなレイアウトながら様々な表情を見せてくれる河川が再現されています。レイアウトのこちらの面は線路は併用軌道区間になっていました。内側には商店が再現されています。この河川中もいい雰囲気ですね。そして軌道周りの汚れ具合といい、昭和の雰囲気が醸し出されていました。右側の川には橋が架けられていて、先ほどご紹介した土手にはこう焼いた護岸が再現されているのが見えます。そして神社と鎮守の森が再現されていて、このように一段高くなっているのがお分かりいただけますでしょうか。反対側が見えづらいように工夫されていました。その反対側なんですけど、鳥居がありまして、このように参道と参拝の人が再現されています。そしてこの区間の線路は専用軌道になっていました。あとこの作品のもう一つの見どころなんですけど、実はコントローラーでして、七味唐辛子の缶を使ったコントローラーめっちゃ可愛くないですか。めっちゃセンスいいから思わずニヤリでした。今回ずっと拝見したかった岩尾さんが制作された万葉電車のレイアウトを中心に一坪100円レイアウト作品と合わせて動画化いたしました。動画化にあたり取材にご協力くださいました岩尾さん、誠にありがとうございました。そして最後までご覧くださいました皆様も誠にありがとうございました。また次回お会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ここでお知らせです。ジオラマ制作担当の私アトリエモリジがオーダーメイドのジオラマ制作を始めました。詳しくは概要欄をご参照ください。